カレーもですね、いろんなスパイスを混ぜてカレーライスの味ができますよね。大麻も同じで、植物の中にあるいろんな成分が合わさって、このですね、相和としてのですね、薬効が立ち上がっている。これはまさに漢方薬みたいなものなんです。こんにちは。脳神経内科医の正高裕二です。医療大麻に関する科学的なエビデンスに基づいた情報発信を行っています。今日は医療大麻に関する質問にお答えしていきたいと思います。This is 医療大麻サポート。最初の質問は、医療大麻と普通の大麻の違いは何ですか？これは誕生日ケーキと普通のケーキの違いと同じだと思ってください。例えばどんなケーキであっても誕生日を祝うために食べればこれは誕生日ケーキですよね。医療大麻というのも同じで、どんな品種のもの、どんな製品であっても自分の体調を改善させるために使えばこれは医療大麻だというふうに私は考えています。一方でケーキに関してもこれはもう誕生日の時しか食べないだろうみたいなケーキもあるわけじゃないですか。ホールケーキでろうそくが立ってるみたいな。で大麻に関しても同じようにこれは医療用にしか使わないよねっていうようなものがあって、それが例えば肺にならない大麻 CBD 優位の品種だったりします。大麻の中の成分は大きくですね THC という精神作用があって、それゆえに違法にされているものと CBD という精神作用がないものっていうのに含まれていて、 CBD というのが医療効果が高いということで人気が出ています。この CBD というのは日本国内でサプリメントとして流通しています。医療大麻は実際にどのように使われているのですか？嗜好品として使われる大麻の使い方とは使用方法が異なるのでしょうか？大麻はハーブの一種なのでですね、タバコのように丸めてですね喫煙するというのが嗜好品として使う時の最もポピュラーな使い方になります。医療用途として使う時は、吸ってもいいんですけれども、成分をですねオイルに浸透させたものをですね、こういう CBD オイルみたいなですね、口から飲んだり、こうやってこういうのをベロに落として摂取したりとか、もしくはそういう成分をカプセルにしてですね封入させたもの、こういうのを飲んだりとか、いろんなやり方で摂取されます。医療大麻が使われる主な目的というのは、痛みであったりとか不安であったりとか不眠であったりとかうつだったりします。病気ごとにそうですね、適切な剤形というのが重なって、例えばですね不安発作で速やかに症状を効かせたいという時はこういう電子タバコみたいなもので吸うのがいいと思いますしですね、アトピーで肌荒れの人にはそのまま局所に塗ってあげるのがいいと思うし、うつに対して飲むということであれば一日中長く効かせたいのでこういうオイルを飲むのがいいと思います。次の質問です。なぜ医療用大麻はさまざまな病気や症状に対して効果があるのでしょうか？とても不思議に感じます。実際に体の中ではどんな反応が起きているのでしょうか？まず大麻がですね人の体に作用するメカニズムというのは非常に複雑でまだ明らかになっていません。皆さんに知っておいてほしいことは、皆さんの体の中にもこの大麻の成分と非常によく似た物質がこの瞬間も作られているということです。人間の体がですねいろんな情報を伝達するために使う化学物質をですね神経伝達物質というふうに言いますけれども、エンドカンナビノイドと言われるですね大麻の成分と非常によく似たですね神経伝達物質が実は皆さんの体の中に存在しているということが1990年代に明らかになりました。このですねエンドカンナビノイドというものが足りなくなったりですね不具合が出ることによっていろんな病気の発症の原因になっているんではないのかというふうなですね仮説があるわけです。例えばですね有名なところで言うと PTSD 心の傷になりやすい人はこのエンドカンナビノイドの基礎値が低いとかですね、転換というのはですね神経の細胞が過剰興奮を起こしている状態なんですね。でエンドカンナビノイドというのは過剰なものを抑えて足りないものを足してあげる、いわゆるエアコンのサーモスタット機能みたいなものだと思っていただくといいので、この大麻を使うことによってカンナビノイドを外から植物由来なものを補ってあげることによって本来のバランスを取り戻すですね、それによって体が整うっていうのが医療大麻が作用する大まかなですね仕組みではないのかというふうに考えられています。これから日本で医療大麻が合法化する可能性はありますか？2023年の12月、大麻取締法を改正するという法案が日本の衆院参院両国会を通過しました。法改正が決定です。でこれによってですね日本国内でも治験というですね臨床試験を行って有用性があるというふうに認められた製品に関しては病院でお医者さんがですね大麻由来の医薬品として処方することができるようになります。THC という成分は医療用の麻薬
モルヒネやですね、フェンタニルなんかと同じ成分としてですね、法律で規制されているけれども、医療用途には今後研究やですね、使用ができるよというふうになっていくことになりました。いわゆるアメリカのね、ディスペンサリーっていうところに行くと、自分でユーザーが好きな製品を選んで買ってきて試してみて自分に合うものを探していくっていうことが一般的なんですけど、そういう形にはならないと思います。日本においては均一な成分のものだけがですね、処方箋薬品として薬局から出されると。難治転換の患者さんに対してエピディオレックスという薬の治験が去年始まったばかりですので、これからですね、難治転換以外にも例えばうつ病であるとかがんの患者さんに対して治験が一つずつ進んでいくといいなと思っています。医療用大麻を使うメリットは何ですか？医療用大麻以外の既存のものでは代替できないものがあるんでしょうか？大麻のですね、役に立つ病気症状というのは一説には200種類以上あるというふうに言われています。いろんな病気を抱えている高齢者の方に対して非常にいい適用になるんじゃないかなというふうに思います。高齢の方は朝から10粒20粒の薬を飲むということがざらに起きています。これはですね、専門用語でポリファーマシーというふうに言われて、お金もかかるし健康にもですね、薬の相互作用で悪いことが起きるんじゃないかというふうに心配されているわけです。で、大麻で1粒で2度3度おいしいことによってこの薬が減らすことができて、本人もハッピーだし国の保険も安泰ということができるんじゃないかなと思っています。また大麻2度にあるですね、症状の緩和というですねものもありまして、例えばがんの患者さん、年を取ってなんとなくご飯が食べれない、こういう人たちにですね、大麻の食欲向上作用マンチっていうやつは非常に医療用途として役に立つんじゃないかと。またですね、大麻にはですね、神経細胞を保護する作用があるんじゃないかというふうに考えられているんですね。例えばアメリカではですね、パンチドランカー症候群というですね、殴られたりぶつかったりすることによって脳に対して起きていくダメージっていうのがアメリカンフットボールでは社会問題になっているんですけれども、これをですね、治療する予防する薬というのは現在存在しないわけです。大麻の神経保護作用というのがですね、こういう症状に対して効果があるんではないかということが期待されています。大麻の健康デメリットが聞きたいです。僕が思う大麻のですね、最も悪いデメリットというのは、若い人たちが吸っていると学業成績とかですね、障害年収というのに悪影響が出るんじゃないかというところです。ニュージーランドで行われた大規模な追跡調査だと、未成年の頃から大麻を吸っている人は吸ってない人に比べてその学業の成績、最終学歴とかですね、障害年収みたいなものが明らかに低いという傾向が示されました。ただこれがですね、この大麻を吸っているからやる気がなかったり成績が悪くなったりするのか、それとももともとグレて非行に走ったりしている人たちですね、社会的に不遇な人たちが大麻に出会いやすいのかっていうのは、卵が先か鶏が先かということで、検証が必要なのかなというふうに思っています。医療用大麻の成分について教えてほしいです。どの成分がどんな効果を持っているのか気になります。大麻の成分というのはこれ THC と CBD それだけじゃありません。この大麻だけに含まれる成分カンナビノイドっていうのはですね、160種類以上あるというふうに言われていますし、それに加えてですね、植物の香り成分であるテルペンというものがですね、大麻には豊富に含まれていると。でこれらの成分一つ一つに例えばですね、抗酸化作用があるとかですね、抗炎症作用があると、抗うつ作用があるということが知られているわけです。で大事なことはですね、これらの成分が一緒になることによって初めてですね、ハーモニーとしての力を持つと。これはですね、カレーを考えていただくといいんじゃないかなと思います。カレーもですね、いろんなスパイスを混ぜてカレーライスの味ができますよね。一つだけ唐辛子だけかじったりクローブだけかじってもそのですね、味を楽しめるわけではないと。大麻も同じで、植物の中にあるいろんな成分が合わさってこのですね、相和としてのですね、薬効が立ち上がっている。これはまさに漢方薬みたいなもんなんです。有害性や依存性はタバコやお酒よりも高いの？いろんな薬物、お酒やタバコも含めて世の中で流通しているドラッグ、一体何が本当に危なくて何が安全なのかということに関しては科学的な研究がいくつも行われているんですね。でそのうちの代表格が2010年にランセットという医学雑誌に掲載された Drug Harms in the UK という研究です。こちらではですね、世の中イギリスで流通しているあらゆるドラッグを本当にですね、ダメージを与えているものは何なのかっていうのを評価をしたんですね。そうしたところ第1位がですね、なんとお酒だったわけです。自分の健康に対して与えるダメージというのと周囲に対して与えるダメージというのに分かれていてですね、このうちさらにですね、周囲のダメージというのは例えば周りに対する暴力行為とか経済的な負担とか環境への負荷とかそういうものまで含まれています。
で自分の健康に対するダメージというのは、体へのですね、健康の影響、精神への影響、もしくは依存性になりやすさとか、そういうことが含まれているわけです。大麻はどうだったのかというと、タバコが26点で大麻は20点ということでですね、タバコよりもさらにスコアが低い、お酒と比べると3分の1以下という結果だったんですね。次の質問です。医療用の場合でも大麻による依存や幻覚症状などは出ますか？そもそも依存とは何なのかって話ですね。例えば皆さんの中にもその甲状腺の調子が悪くてホルモン剤を毎日飲んでる人とか、炎症を止めるためにステロイドを飲んでる人っていうのがいると思います。医療大麻も同じで、医療用途に使っている人が毎日摂取しているものをやめたらやはり具合が悪くなるということがあると思いますけれども、それを依存と考えるかどうかですね。依存とは言わないと私は思います。幻覚症状に関しても、稀にですね、そういう症状を体験する人がいるのは事実ですけれども、それは症例報告といってお医者さんが珍しいものを共有するために書くレベルなんですね。非常に稀な現象がまるで一般的な出来事のように誇張して伝えられてしまっていると思っています。本日はご覧いただきありがとうございました。今日の動画を通じて大麻が必ずしも怖いものではないこと、そして役に立つものだということがですね、皆さんに伝われば幸いです。ありがとうございました。